ディテーリングシリーズ汚れやすいですね。ピンク色じゃないですか。ちょっと抑える。こっからがちょっと衝撃で、やったらもう飛んじゃうレベルなんで。どうも、長野選手代表のりょうです。今回はですね、こちら三岡自動車バディ、バディ、なんとディテーリングしていこうかなと。ディティーリング。まずね、ちょっと汚れ軽く見ていきたいんですけど、はいはい鳥糞がついてて1ヶ月以上前に洗ったんですけど、もう見ての通りこう山な感じなんで、1ヶ月も洗車しないとすぐこうなっちゃいます。そうで、この辺タイヤハウスとかね、はい、ホイールとか汚いですね、木の枝がねあって、雪とか降ると結構木の枝が道路を塞いじゃって、はいはいはい。結構するんですよ。僕もすりました。ちなみに今ね、カメラマンが坊ちゃんっていうね、棒読みの坊ちゃんということで、これからねディテーリングシリーズこれから撮っていくんですけど、これは一応ディテーリング番組としてね続けようかなと思ってるんで、カメラマンはやっぱ坊ちゃん、棒読みからどんどん上手くなってくる成長も楽しんでもらえると嬉しいなと思ってます。恥ずかしいですね。バディはね2年以上前から実は欲しくて、今買うと2年待ちなんですよ。2年も。2年も当時からね、やっぱこの外車なんか昔のアメ車っぽい、何よりいいのがアメ車っぽい雰囲気なんだけど中身日本車っていうライフルウォッシュと世界観が合うかなと思って、はいバディって相棒っていう意味があるんですけど、長野選手の相棒として一応買ったんですけど、これをねディテーリング、ただ僕らの場合は皆さんでもできるように解説しながらディテーリング、だからそこまですごい難しいやり方、はいはいただね今バディつながりで相棒が1人います。うちのディテーラーの大輝でございます。大輝、はいあ、ちょっと慣れてない大丈夫慣れてない大輝ですけど、うちの社員になってから半年ぐらいですかね。半年ぐらい、ちょうど半年ぐらいですね。ディテーリングずっとやってて、もう10年そうですね、車免許取り始めてからやってるんで、はいまあ10年近くに。 10年近い、はい、でなんと整備士1級はい、1級持ってるんですよね、はい一級ですか。だから僕はどっちかというとながら洗車なんで、商業施設の駐車場でながらで、それでも下地処理とか本格コーティングとか、その辺の知識を僕らは今まで伝えてたんですけど、はい大輝はねタイヤ外したりとかエンジン外したりとか言ってませんでしたエンジンも下ろしたりとかは下ろしたりとか、バラバラにする感じですね今日は。やれる人はやってもらっていいんですけど、エンタメとしてねそっちは見てもらえるといいのかなと。じゃあ早速大輝洗っていきますか。行きましょはいじゃあやっていきましょう。ながら洗車では洗車の教科書を目指した発信をしております。それに伴いながら洗車公式 LINE アカウントというのが2つあります。1つ目が洗車やコーティングについての悩み事を気軽に相談できる LINE、 2つ目が洗車で起業したい方に向けた発信。よかったら登録してくれて嬉しいです。ライフルウォッシュのチョイスから、今回は結構汚れがやっぱ溜まってるんで、ウォッシュグリーンで一番パワー強いやつですよね。そうですね。ライフルウォッシュに関してはこちらノズルがついてくる、はい、スパイラルショットまた別売りになっちゃうんですけど、強力なやつこのですよね。辺の3つは全然ついてくるんで、下回り、はい結構汚れがねがっつり溜まってるんで、本当ですね。スパイラルショットでちょっとやっていきたいなと思って、スパイラルショットはタイヤハウス下回りにいいんで、柔らかいホースにライフルウォッシュなる予定なんで楽しみに、これだけで単品1万円とかしますからね。これがついてきちゃうんですね。いやがっつりやっぱこういう車は特に汚れやすいですね。道路すごいですね。はい、このスパイラルショットの特徴がストレートが円状に素早く回転してる。ちょっと他と違うのは円が広めにスパイラルしてるんで、はいはい結構傷がつきづらいよはい。うに設計されてる。あ、さっきと全然違いますね。女子の部分に関しては、ボディよりやっぱ傷つかないようになってるんで、結構この下回りはスパイラルで結構やったりしますね。そうするとこんな感じで、こんぐらいだったら手当たっても痛くないです。こんぐらいだと痛い。こんぐらい離せばボディにやっても問題ないかなっていう、はいやるのは自己責任なんで、この辺をねやってもらえれば、好きな方はやってもらえればいいかな。シャンプー液。う。これ入れとけばいつでもクリーンな状態にできるんで。あ、ピンク色じゃないですか。これはレッドアルカリバブルですね。有機質系のチタールとか虫汚れとかダスト汚れ、油なんでもちろん効きます。ストーンブラックに入れた方が色がよく濃く出るんで、ドピンクじゃないですか。ただね安心してほしいのが、これ色残りがちゃんと色が分解されていく感じになるんで、そこを特化させて使いましょう。
アイアンデリートたっちゃん忘れてたんでこれはね結構最初に結構いっぺんにやりますね。鉄粉の汚れって意外と酸性とかでやると落ちるんで、酸性クリーナー使ったりする方もいらっしゃいます。この中が結構やるんで、まあ、最初に僕はかけて、そっからアルカリバブルとか流した時にもう一回シリコンシャープですねかけて流すだけでツヤツヤってやつかけて、でタイヤにも問題なくできるんで、ほらパッとすぐ弾いちゃう。あ、気持ちいい。めちゃくちゃ弾いてるじゃないですか。今ねタイヤホイール終わったんですけど、もうざっくりだけ仕上げて、でプロの方とかはここからタイヤカバーとかね、その DIY の方はタイヤカバーとか持ってないと思うんで、はいはい最後に仕上げる形でもいいのかなと思うんで、ざっくりだけ綺麗にして、はい最後にしっかり拭いて仕上げていこうかなっていう、結構ね炎天下なんですよ。結構いい感じの。ながら洗車流で言うと8割負けてます今日、はい天気が曇り後は涼しい時間帯であれば8割勝つんですけど、皆さんは涼しい時間帯で、ちょっとパパッとやっちゃいます。まずはねグレネードショット付け替えてちょっとやってみます。 15MPa のライフルタンクで、せっかくね上あるんでボディ冷やす意味もあってトップショットですね。上も下回りもできる、こんな感じで上も洗うことができます。パワーが強いですね、めっちゃそうですね。はいひっつきがついちゃってる部分あるじゃないですか。その辺はなんかスパイラルショット使ったり、15度だと、まあ、ストレートよりは広いんだけど幅を狭くすることで、こういう横にもほら出ました、パワーがその分強くなるんで、ちゃんとスコープがついてるんで、まあ、こんな感じであ、狙い撃ちですね。はいはい、そうですね。ひっついてる汚れとかあったらやってもらってつけていただけたらなと。そのまんまシャンプーで手で洗っちゃうとひっつきの部分が引きずっちゃうんで、まあ、ここは全力メリットとしてはひっつきをやっぱなくせる。じゃあまた全然軽くだけ冷やす目的でちょっと水かけていって、その後ちょっとフォームかけていきますね。はーい。トリュフも瞬殺です。汚れがひどいんでレッドアルカリ一応10倍希釈で、こういうメモリみたいなのもついてくるんで、だいたい 4,50 ミリぐらい入れて500ミリぐらい入ってるかな。でだいたい10倍希釈になるんで、このドロッとしてるこういう薄黒い色なんですけど、これを中入れていただいて、ちゃんとはめてこういう感じでちょっと回してあげる。桜色ですね。色とちょっと薄めで、まあ、ちょっとやらせてみます。泡質は圧力に影響してなっていくんで、一番強いパワーなんで泡質がなるの一番いい。おー、張り付いてますね。やりたいやりたい。いいよ、やったー。30倍なんですけど、色がねちょっとやっぱこっちは濃く出るんで、コスパよくやりたい方はスノーメンブラックみたいなこういう自動泡噴霧器の方がいいかもしれないですね。お子さんとかはスノーメンの方がいいかあなあそうですと思いますね、お子さんにやってもらうんだったらこれで、まあ、有機質系のなんで、こう下回りピッチタオルとか虫とか、まあ、あとは花粉汚れとか全面的に取っていく。だから炎天下なんで
本当はあんまりやらない方がいいんですけど、炎天下にアルカリって危険ですか？僕はおすすめしないですね。やっぱ溶剤が乾くんで、アルカリだけじゃなくて他の溶剤も全般的におすすめしないですね。今ね、流し終えて、もう有機質系の汚れが取れたんで、ここから次は水染み汚れ。結構やっぱ水道水が今、特に炎天下で乾いてるんで、ミネラルがボディに残って、輪っかみたいな汚れになっちゃうんで、結構純水器持ってたら、なりづらくはなるんですけど、酸性のグリーンアシッドバブルですね。はいはい。10倍希釈で入れていただいて流してあげると、水染みの対策にもなるし、本当に軽度な水染みだったら取れる。これはね、グリーンアシッドなんで、本当は緑色なんですけど、今ちょっとまだ色調整中で、商品化される頃には薄緑ぐらい泡の色になるかな。泡質は同じなんで、こんな感じ。アルカリの方はやんなくていいと思うんですけど、こういうグリルに水染みがたまるんですよ。ブラシでこんな感じでね。酸性って強くないものであれば、体とか特に車2回がないものになってるんで、酸性危ないんじゃないのみたいなのもあるんですけど、やっぱ強めの酸性、特にクリーナー系の酸性使う時はケミカル焼けみたいな、ポケット入れてるだけでここが染みるとここがやけどしたりみたいな、マスク塗ったり、軽い伊達メガネでもいいと思うんでメガネしたり、手袋すれば問題ないかなと思うんで。筆すごい好きだからね。ずっとやってたいですか？筆は結構賛否両論あって、いるのみたいな声が多いんですけど、まあ、細かいところはもちろんやりやすいんですけど、やっぱ何より楽しいよね。やっぱ楽しく継続なんで、僕らの理念が。音もいいですよね、このシャカシャカ。確かにシャカシャカシャカね。天才だと思う。車をブラシで洗おうって考えた人。筆使うために洗車してるようなもん。大輝はどんな時間に寝ても朝の6時半に起きて洗車してるっていう気持ち悪い男なんで。最後まだあるんですよ。まだあるんですか？鉄粉ですね。鉄の粉みたいなのがね、降りかかるんですけど、こういうアイアンデリート、直接のちょっとだけ臭いやつで、だいぶ緩和されてます。で、それをですね、10倍希釈で、ちゃんとこう、その面ブラックに入れました。それを全体的に噴霧していきます。ちょっとさっき触ったんですけど、上面はね、まあまあついてる。上面はアイアンパッドで、側面はさっと軽くぐらいでいこうかなと思ってます。まあ、これで始めるんで楽でいいっすね。いや、バディこんだけ大きい車だからノズルでやったら大変ですよね。今回は結構ね、誰でもできると言いつつ、ある程度やっぱ資材が揃ってる状態なんで、そんなに持ってないよって方はね、どこでも洗車の下地処理、本格コーティングとか、今回はね、せっかくキャンプファイヤーで新商品売り出されるということで、そっちメインで、あと楽しくやってます。いや、アイアンパッドはこういうパッドとか粘土とか全部賛否両論あるんですけど、やっぱ一番の原因としては傷、粘土痕みたいな粘着が結構あって、それでこうどんどん剥がしていくっていう感じなんですけど、粘土よりは傷つきのリスク低いけどリスクはあるんで、しっかり磨く前にやってあげるといいのかな。これで落ちる方は全然これで十分だと思います。ひどいのはほんとね、突き刺すって全然落ちないんで、そういうのは粘土とかこれパッドとか使うしかないって感じ。まあ、ボディと、まあ、こっちにもやって、ああ、そうですね。スッと一定方ス向にルーってガシ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 いろんな方向でやっちゃうと変な傷入っちゃうんで、一定方向で優しくやってあげる。まあ、磨いちゃう方はね、そんなに気にしなくてもいいかなと思うんですけどね。
コスパがね一応2リットル分も出るんですけどあんまり良くないんで、あと使わない方はキーパーさんの鉄粉除去剤とかそういうのもいいんかな。あと潤滑性意識した鉄粉除去剤になってます。今日なんかは暑いんでいいんですけど、粘土をあらかじめお湯とかで柔らかくしとくっていうのが一番傷つきのリスクも減らしていいのかなと思います。都度水で流しながらやるとさらに傷つきのリスク減らせるんで。もうしばらくで出るんですけど、アンダーウォッシュですね。もう下回りができるアンダーウォッシュになってますこんな感じでね、おー、下回りが洗える。もう特にね雪降る地域塩カルがすごいんで下錆びちゃうんですよ、洗わないと。この間たまたま居酒屋でうちのバスと一緒にご飯食べてたら、その辺ファンの方いて「りょうさんに似てますね」って、本当長瀬選手の代表のりょうさんにそっくりなんだよって言われて、一応僕が「ああよく言われるんですよ」まあその後ねネタバレしたんですけど、そしたらずーっとここの距離でずーっと「塩カルが」って長瀬選手は全体的に満足してるんだけどはいはいはい。塩カルがってずっと言うんですよ隣で。二言目にはファストガラス最高っていうめっちゃありがたいんですけど、ありがたいですね。こう塩カルのね対策のアンダーウォッシュ出たよーっていうね、まだまだ出てないんだけどもうちょっと出るよって。塗装がね今ねこれね銀色なんですけどここも白になります。結構ね近未来チックな感じになるんで。で今ね鉄粉除去終わったんですけどもうツルツルです。すごいね。全然ない。すべすべ。この後ねハードガラス、せっかくなんでリセットしていきたいんで、これがあればねイージーブラックねとガラスポリッシュですね。まずねちょっとマスキングだけしてます。今とか攻める時にこうやっぱ樹脂当たっちゃうと傷入っちゃったり白くなるんですよ。ガラスポリッシュつくとマスキングポリッシャーでやる方はしといた方が間違いないかな。するのめんどくさい方は際は手でやってメインのところをこういうポリッシャーでやるといいのかな。軽くだけ流してきます。ボディの方に乾いちゃうんで1滴ぐらい垂らして盛り付けて伸ばしてあげて、この水が発生してるじゃないですか。この弾きがなくなるから油膜が取れてるってことなんで。ところは、こういうバケツに乗って、ちゃんとした脚立の方がいいですけど、ここね体重かかって傷つくの嫌な方はここ手を置いてこのまんま際とかもし残ってるとこあったら手でここにちょんってつけてこうゴシ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 してもらえるといいのかな。じゃあそのシャンプーちょっと作っていきます。高圧洗浄機あるんで高圧洗浄機でせっかくだからちょっと泡立てていきたいなと思うんで、こちら何ですか。話題のグリタマですね。ついにカカカさんも自社商品を作ってるということで、この外と内で作れるのがすごいなと思って、僕らの場合外しか作れないんで、だから結構水があればここで道具洗えるんですよね。でグリタマね、でここでねスポンジをねこう洗いやすくするみたいな、もうめっちゃいいなと思って、はい、いいサイズ感。もう目分量で、あ、ジャバジャバですはいね。あんま気にしないでバジャバジャバ入れて込んでですね、何ですか。やるとこんな感じでねモコモコな泡にビールみたいな泡になるんで。こっちはキッズミットですか。キッズミットでやるんですか。両手にキッズミット。両手でやるんですか。やっぱそのシャンプー特徴がやっぱ潤滑性が高くて泡切れもいい。めっちゃトロトロしてます。
手洗い好きだな。気持ちいい。あれ手洗い洗車なくすとか言ってませんでした？言ってたんだけどな。気持ちいいわ。てかこれキッズミットあればカムにもできますね。膝から下のこの樹脂をキッズミットでやると、まあいつも使ってる水色持ってもいいですけどね。日当たりになってますね。そうでこういう場合はさっきグリーンアシッドバブルサンセスの方にかけてるんですけど、それの余りをこのスノーメンブラックに差し替えてこれ入れるんですこう。それで洗っていくと。でそうするとさっき言ったこの水染みとかミネラル分を除去してくれるんで、乾いてるとこも水染みになりづらい。滑りももちろん泡で潤滑させてるんで滑りもあるんで、こうやっていくといいんじゃないかな。で一応ね、結構液剤流したい時に結構水量が欲しい時、まあこれも水量高いんであれなんですけど、便利なのがシャワーショットですね。あー気持ちいい。洗車好きにはたまらない高圧洗浄機でシャワーが流せる。わざわざホースに持ち帰るのめんどくさいですからねこれ。そうですよね。今ね手洗い洗車終わったんで、このドライセカンド中盤タオルで手上げていきます。でまずはね、窓から拭いてこう湿り気があった方が、完全乾いてると汚れが残ってた時に拭いたら傷入っちゃったりするんで、まず窓でちょっとだけ湿らしてあげてからボディ拭いてあげる。ビナーズラッククイックディテーラープシプシかけて、まあ、取りきれなかった水染みとか汚れが残ってたとしてもそれを除去しながら拭き上げができるんで、ここに結構さって拭くとあるんですけど、そういうのがあったらこうプシプシかけて拭いてあげると。すごいもうめちゃくちゃ滑るんで、やっぱほんと洗車機につけたくない方はやってもらいたいんですけど、これはなくていいです。今度磨くんで、普段の洗車だったらもうこれで終わりでいいんですけど、一回もうさっと拭いていきます。一段落したんでブレーキタイムで。ブレーキングダウン。いやーこれがたまんないですよ。楽しいっすね。いや楽しいですね。めっちゃもう今でも結構綺麗ですよ。もう綺麗ですね。うん。大乾杯しちゃいます休か。日みたいで。いやいいですね。はい、そうです。乾杯。友達とかと集まって1台まず友達と仕上げて1週間後とか2週間後とかにまあ自分の車仕上げるとかね、やっぱシェアしてこう共通の趣味だからめっちゃいいっすよね。うん。人数多いと楽っすよね。楽。すぐ終わります。すぐ終わる。うちのね好きな方がビールをグラスに入れて愛車と一緒に写真撮ってまた午後も頑張るぞみたいなああ、いいっすね。やってて、うわなんかいいなと思って。大輝あれですもんね。洗車一段落終わったらなんか家族でね、もうバーベキューしてでバーベキューしてて、いいな洗車ちょっと一段落した時にちょっと肉つまんではい。みたいなね。そうです。ブレイクでね。で休日。もう休日。じゃあこれもう日常なんですね。いやもうごくごく日常の出来事なんで。じゃあなんかこう洗車好きになったきっかけとかあるんですか？もともと整備やってて、整備の一環じゃないですけど、常に車きれいにしてた方が、まあ、細かいことに気がつく。傷とか、そんなタイヤ洗っててタイヤの水を確認してたりとか、そういうのからどんどんハマり出して凝り始めて、もうそれが今じゃ趣味になって。じゃあ最初は車好きから入っそうですて車いじるようになって汚れが目につくようになってそうです。洗車したら楽しいってなる。楽しいってなって。車ってなんかいろんな楽しみが。そうですね。ねまあ、カスタムしたりとか、まあ、ドライブ行ったりとかいろいろあると思うんですけど、一番手軽にできるドレスアップが洗車かな。出張洗車もやってたんですよ。で友達が毎月とは言わないけど3ヶ月1回ぐらい出張で頼んでくれてて、その友達も最初すっごいいじるのが好きだったんですよ。いじるのはね年
年取るとねきつくなってくるんだよって言われてそうなんだそうですね。だからね洗車なんだようん。こういうケミカルとか売ったらいいんじゃないみたいなおーでその当時プラズマがあったから、はいちょっとだけその子のおかげでもあるかもしれないだからよくよく考えたら僕らこれ炭酸水ですけど、はい皆さんもね別にこの後運転しなかったらお酒でもいいわけで、もう全然いいわけですね。もう洗って酒飲んで肉食って、はい。また洗いながら、もう飲みながらでもいいですけどね。ああ飲みながらこれねそうですね胸元とかにこうドリンクわかんないけど後ろとかやってるストロー吸ったら飲めるみたいなね。なんかロードバイクとかってあれですよね。うん自転車にあそう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 つないでチューブ。あーうん。それはよくわかんないですけどあれまあウイスキーボトルみたいな、はいはいはいまあ飲みなあーいいがらっすね笑うみたいなね親父のかっこよさがあそこにありますね。バスさん似合うからね、いいや似合いますね。バスやってほしいっすね、うわじゃあ続きやりますかやりますか。ういっすありがとうございます。かっぽい。次がですね磨きですね傷がねすごいですよそっちが特にこれひどいここがひどいあーわかりますがっつり入ってますね。コードレスめちゃくちゃ便利やっぱすぐパッと磨けるんでだからプロの方とかだったらねコード付きで一周しっかり磨くみたいな感じいいと思うんですけど DIY なんでまずはこういう目立ったところを磨いてであとの部分はちょっとした洗車傷なんでその後はベースで手磨きでその後にコーティングっていう流れ使うのはねブラックカット2000から4000番ぐらいのミックスのコンパウンドになってて粘性も高めなんですけど油分結構少なくしキレを良くしたコンパウンドになってちょっとまだ残ってるんですけどこの辺はだいぶ綺麗になったかなと分かる全然違うことここなんか気になるところ傷あったらこのまま磨いて最後ちょっとベースで手磨きしていきます。新パッケージの結構いろいろアップデートするんですけどアプリケーターとかタオルとかがいろんなものが全然変わりますちなみにあ全然変わっちゃうんですか。全然変わっちゃいます。もうちょい先かなと思うんですけど濃いめの傷は結構落とせたのでロングファイバーと空拭きタオル使ってちょっとこう手で仕上げていきます。バッテンでも丸でもいいんですけどまあこんな感じで濡らして固く絞ってあります。でハンウェットの方がやりやすいんで僕はこのロングファイバー結構好きでよくやってますね。結構しっかりやる場合はアプリケーターでやってあげてもいいのかなと思うんですけど結構水染みとか小傷とかも全部ベースで落としてくれるんであとはタピオカでちょっと磨いたりこっからがちょっと衝撃でこちらのタオルがショートファイバーの方が新しくなるんですよ。おこういうお、よく見ると違いますね。そうなんですよね、波線みたいなやつがですねめちゃくちゃ書き取ってくれてムラを残さないです。ムラ取りモンスターです。軽いまず吹き上げが笑っちゃいます。こんなムラだらけのところをはいこれで拭くと、ほらおお軽いですね。力入れてないですよ私これ。本当はねまあ磨いてからちょっとこっちの方が黒いんですよ本家に。なんで本当は磨いてから今のとか特にひどかったんでやってあげた方がいいのかな。
さすが手磨きの貴公子。いやいやです全然難しくないねこれ。今ね仮でタオルモンスターって呼んでますけど、やばいです。あ、使ってるじゃないですか。黒バージョンちょっと黒バージョン使ってる。コーティング系はこっちがついて、もう全部アップデートされるんで、磨き系はこっちの色がつきます。これ使ってから裏と合ってないっすね。これスプラッシュになります。これをガラスに施工していく感じですかね。そうですね、スプラッシュをイージーブラックでちょっとワクワクしますね。ワクワクしますね。ポイントバフに適量を垂らしていただいて、最初多めの方がいいですね。ちょっとスポンジに吸わせるっていう意味を込めて。じゃあ両面の方施工終わりました。20分ぐらい乾燥させていきます。はい、じゃあ20分経ったんで今度拭き上げていきます。で今ねある程度手磨き終わったんで、ちょっとアシュラめちゃくちゃツヤ弾きが簡易コーティングの中で本当トップクラスのツヤ弾きを持ってるんですけど、それを今回さっきのイージーブラックというポリッシャーで塗り込むという、ポリッシャーで塗り込む。ちょっとやっていきたいんですけど、ちょっとまた別でそれは動画出したいので、ここからアシュラポリッシャーで塗り込むんですけど、次の動画でそのシーンは見ていただいて、いきなり施工後になります。次回へ続くですね。そうなんですよ。で次の日でツヤ弾きちょっと見てくんで、もうちょっとだけね付き合いいただけると。何台か社員さんの車やったんですけど半端なかったんで、これも半端ないんじゃないかなと思って、シャドウのがあるのかなと思ったら意外とアシュラのがっていうところで、気になる方は最後まで見てもらえると嬉しいなと思います。明日にレッツゴー。はい、ということで次の日になりました。ピカピカなんですけどピカピカですツヤツヤなんですけね。ど、ちょっとねその前にタイヤと樹脂なんと今後出ちゃうレジンワックスっていう、レジンワッレクスですか。ジンワックスにちょっと仮のタイヤブラシなんですけど、2つが新商品で発売するかもしれないっていう、もうちょい先なんで小出しではい出していきたいなと思うんですけど、レジンワックスなんで樹脂とタイヤどっちにも使えるっていう、こんな感じでドロッとつけてもらって、結構ねちょっと白っぽくやっぱなるんですよね。向こうの方とか特に磨いたりとかしたりしたんで、ちょっと粉が飛んで白っぽくなっちゃったりするんで、最後こういうレジンワックスっていうやつで仕上げてあげると、こんな感じで結構黒々するんですよね。シャドウでもいいんですけど、これは樹脂とかタイヤとかに特化させた商品になってるんで、ワックスみたいな感じです。レジンワックスっていう名前の通りなんですけど、濡れたようなツヤになりますね。そうですね、かなり黒くなるんで、これ全部セットで販売する予定なんで。こうつけていただいて、でこう伸ばして。あ、いいっすね。慣れてますね。いや大好きですからね、こうタイヤワックスを塗るのが至福のひとときですね。で一応水性になってるんで、一応無難なものにはなってます。いや、匂いがいいですねこれ。ツヤだな。で結構僕は最後にやっぱタイヤ仕上げてあげるともう全体的にやっぱシャキッとするんで、最初に洗車して、で最後にタイヤホイールの仕上げするっていうのを僕はやってますね。
まあねタイヤホイール終わったんで、結構ね内装も結構汚れてるんですけど、また別の動画でちゃんとした本当ディテーリングはいはい。みたいな動画を大輝と七人さんもいるんであ、本当だ。やばいっすね。やばいですね。いやアシュラでポリッシュ施工したんですよ。エッジが効いたような。こが結構立って見えるっていうか。あんま見せちゃうとね、次の動画がアシュラのポリッシュ施工の動画で、ぜひぜひ気になる方そっちでもはい見てもらいたいんですけど、ちょっと端だけえ、見せちゃうんですかこち。ら見せしようかな。いきます。はい、お願いします。いいですね。さっと慣れていきます。気持ちいい。これもうブロワーやったらもう飛んじゃうレベルなんで。いかがだったでしょうか。ちょっとね、本当ツヤ敷きが本当すごくて、ぜひ次回の動画見ていただけると嬉しいかなっていうのと、どうですか初出演。初めてなんで緊張してもう何したらいいか分かんなくて。だからなんかポリッシュさばきとかね、筆さばきさすが10年ディテーリングやってるだけあるなっていう。でも楽しいですね。今回なんかこう一緒にやってみて、年齢もあれなんでもう先輩後輩みたいな感じでね、だけど趣味共通してて、なんかこう先輩の車仕上げるとか、で2週間後に次後輩の車一緒に仕上げるとか、はいはい。仲間戦車ですよね。これ戦車貴族でもいいと思うんですけど、戦車貴族でこう一緒に楽しんで、はいで一緒にねバーベキューとかしてはい肉食いながら酒飲みながら戦車したりとかする。わあ、楽しそうですね。 2人でやると余計時間が短縮して楽にできるんで、その辺が本当良かったなと思うんで、今回はね本当こんな感じで定期的にながらディテーリングっていう、週末でもできる DIY に特化させた洗車の一歩先を行った洗車っていうのをお伝えしていきました。皆さんであれば、一人でも本当やっぱ楽しいし、やっぱ熱中できるもんだし、マインドフルネスな部分かなと思うんで、今本当ねこういうね便利な道具揃ってるんで、コードレスでいろいろできますし、そういうねシリーズ化して皆さんにお届けしていきたいなと思ってます。もうちょっと汚い、放置車両とかね、なんかそういう系とかもやっていきたいですけど、何かご希望あればコメント欄とかでいただきたいですよね。そうですね。皆さんにも堪能してほしいなと思います。ということで、長選手代表の亮と、長野戦車大ディディリング、あ、待ってください。長野選手代表の亮と、大輝だ。長野選手代表の亮と、大輝です。さらばマインドフルピカピカ。最後まで見るとウォッシュ君の今日の一言が聞けるよ。この高圧洗浄機やったら、結構他戻れなくなった。そんな強いめですちゃくちゃ強い。やばいタンクです。昔ながらのっぽい雰囲気の結構意識に、ブラックオーバー。ちょっと水色チックな。あ、これはめっちゃ赤い。完成グリーンアシッドバブル。あ、すごいでもパワーが明らかに強いっす強いね。記憶に残るはい戦車体験をっていう、うんあの頃のように遊ぶぜ。ウォッシュ君の今日の一言。ながらディテーリング楽しそうだったね。僕はバディをポチッと。